ちは、フーヤンです。今日は奈良県の大和郡山に来ています。最初にやってきたのが郡山城。最初にこの城を作ったのは筒井純慶で、後に豊臣秀吉の弟である秀長が100万石の城主となりました。この追手門は980年に再建されたものですが、よく見ると金色で豊臣家の家紋がついています。追手門の近くに格調高い建物がありますが、これは移築された旧奈良県立図書館です。結構お金がかかっていそうな感じですよね。土日であれば中も見学できるみたいです。見えてきたのは本丸に入るための極楽橋です。その前に気になる建物がありました。旧柳沢伯爵家郡山別邸を利用した柳沢文庫という資料館でしたが、今日は休館日でした。橋を渡って本丸と天守跡に向かいます。水が少なくて空堀状態です。城内には神社があります。お祭神は18代目城主である柳沢義里の父柳沢義康のようです。この神社は比較的新しくて、1880年に創建されたそうです。天守台に着きました。郡山城は豊臣政権ナンバー2を主張するように立派な石垣を有していますが、実は郡山には石が取れるところはなく、とにかく周辺からありったけの石をかき集めました。そして中にはこんなものも、なんとお地蔵さんまで使われています。よく見ないとわかりませんが、お地蔵さんが逆さになっています。奥の方に顔が見えるんですが、わかりますか？お地蔵さんだけでなく墓石までも使われています。これ墓石ですよね。茶色い石やその左上の四角い石も多分何かに使われていたものでしょう。ここは突き櫓があった場所です。そして天守閣に上がりますが、この階段はもともとはありませんでした。どうやって天守閣に入ったのかは今でも謎のようです。ただ天守があったのは確かなようで、これが塚石らしいです。この塗装の色が違う場所も塚石の場所です。家康が大阪を攻めてこないように、ここで睨みを利かせていたんでしょうね。
こんなに立派な城に作り直した秀長ですが、その6年後に亡くなります。お地蔵さんや墓石のたたりでしょうか。さて、城下町を歩いてみます。お腹が空いたのですが、実は先日、食道の手術をしたばかりなんです。あまり硬いものは飲み込めないのでここにしました。鶴田昆布店という昆布を販売しているところがやってるうどん屋さんです。出汁のプロがやってる店なので期待が持てます。昆布関係の商品の販売もしています。注文したのが昆布うどん600円、安いです。ただでさえ出汁が効いているのに、とろろ昆布も入って出汁の洪水状態。麺もちょうどいい硬さです。いや、本当に美味しかったです。ちなみにここは通称金魚通りと言います。店の入り口に電車の改札があって、その上に水槽が乗っています。こんな感じでこの通りの商店の入り口には金魚の水槽が多く見られます。郡山では金魚の養殖が盛んですが、これを持ち込んだのが18代藩主の父、柳沢義里だったそうです。だから柳沢神社で祀っているんですね。嫁田で萬田銀次郎風に。次にやってきたのが町屋物語館。遊郭の建物が見学できます。しかし両サイドがお寺で、その間に煩悩の象徴のような遊郭があったんですね。では入ってみます。ここは客引きの控え室です。遊女が使っていた食器入れでしょうか。名前が書いてあるところがリアルです。ここは浴室ですがお客さん用ではありません。遊女は銭湯に行ってたらしいです。2階に上がってみます。客間は2階と3階にあります。広さは4畳ほどです。布団を敷けるだけの広さですね。ガス灯です。
電気の供給が不安定だったので必要だったらしい。この階段は広いですね。お客さん専用だったんでしょう。ここは帳場、ここで代金を払うんでしょうね。古い建物ですが保存状態が良くて見応えもありました。そしてここは無料で見ることができるんです。散々見た後ですが観光案内に入ってみます。知らなかったところを教えてもらえてよかったです。道の真ん中に今夜川という川が流れている通りです。この辺りでは藍染めも盛んに行われていたらしく、染め物の作業にこの川の水を使っていたそうです。江戸時代から続いた藍染め商の帳架を使った金魚や藍染めの紹介をしている高野山です。広い、そして天井も高くて立派な屋敷です。ここでは藍染めの体験ができるそうです。テレビの中に金魚が泳いでいます。こちらは金魚関係のお土産を売っている古竹屋さんです。中に入るとたくさんのサイン色紙が目に飛び込んできます。それだけ取材が多い店なんでしょうね。商品は本当に金魚一色です。
観光案内の人に古い街並みがあるって聞いたんですが、よくわかりませんでした。しかしこの屋敷はとてつもなく広い敷地ですね。多分400坪以上あるんじゃないかな。こちらも立派なお屋敷です。郡山の火の見櫓です。1680年の大火災をきっかけに作ったそうです。こちらは豊臣秀長公募大寺春岳院です。今回の街ブラはいかがだったでしょうか。また見てやってもいいぞと思われる方は、どうぞチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた。